皆さん、こんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。このチャンネルを見ている人は、だいたいアニメや漫画が好きな人がほとんどだと思います。アニメを見ていると、私、英語の I、中国語の我がたくさんあると気づいたことはありませんか？もちろん、俺、僕、私、私はよく聞きますが、時々聞いたこともないものも出てきますよね。特にファンタジーや歴史のアニメは本当にいろいろな種類の私が出てきます。この俺とか僕とか自分のことを意味する言葉を英語で First Person Pronouns と言いますが、日本語では一人称と言います。この一人称は日本語にはたくさんありますが、皆さんはいくつ知っていますか？時間がある人は30秒ぐらいビデオを止めて考えてみましょう。はい、私も30秒でちょっと考えてみたんですが、だいたい10個ぐらい出てきました。こんな感じですね。はい。でも、一人称はこれだけじゃもちろんないんです。本当はもっともっとたくさんあって、調べたら70ぐらいあるそうなんですが、エリアや時代によって違うので、トータルで一人称がいくつあるかは誰にもわからないそうです。そんなことあるんだという感じがしますが、面白いですよね。今日はこの一人称について次の4つのポイントで考えたいと思います。1、どんな一人称があるのか。2、本当に生活で使う一人称。3、アニメや漫画だけで使う一人称。4、一人称を知っているといいこと。このビデオを見ると、アニメ、漫画、小説、ドラマのキャラクターについてもっと分かったり、日本人が普段使わない一人称も分かるようになります。よかったら最後まで見てみてくださいね。1、どんな一人称があるのか。さっき、30秒で考えた一人称はこれです。ちょっと読みますね。俺、オラ、僕、オイラ、うち、あたし、わい、わし、自分、拙者。この10個出てきました。さっき一人称は70ぐらいあるそうです。と言いましたが、私が聞いたことがない、そして誰も使っていないものもあるので、ここにアニメや漫画、本でよく出てくるものをさらに足すとこんな感じになります。いいですね。こちら見てください。16書いてみました。結構たくさんありますよね。ちょっと読んでみます。私、僕、俺、あたし、自分、私、あたい、おいら、おら、うち、わい、わし、拙者、我、俺様、小生。聞いたことがない一人称もありましたか？後で詳しく説明していきます。本当に生活で使う一人称。今書いた一人称の中で、まず日常生活でよく聞くもの。
本当に日本人が使っているものをピックアップします。皆さんもよかったらビデオをちょっと止めて考えてみてください。この16の一人称の中でどれが本当に使うものでしょうか。普通の生活で使う一人称はこの7つです。はい。私、僕、俺、あたし、自分、私、うちです。皆さんは正解でしたか？私や俺、僕、私は多分皆さん教科書で勉強したと思います。僕は男の子や男の人が使いますが、実は私の娘の一人もそうなんですが、女の子も使っている人がいます。ただ、大人の女の人で使っている人はあまりいません。アニメでは僕を使う女の子のキャラクターは何かユニークなキャラクターであることが多いです。あたし。あたしは私から来た言葉です。少しカジュアルな私。私も友達といるとき、あたしを使うときがあります。私は男の人、特にビジネスで使うこともありますが、あたしは女性がメインで使います。うち。うちも女の子だけが使います。特に小学生から高校生ぐらいの女の子がよく使います。私も中学生の時は、うちは何々だと思う。こんな感じで使っていました。私たちのことは、うちらと言って、うちらまだ子供だし、とか本当に言っていました。自分はメインは若い男の子、男の人が使う一人称です。部活や学校のクラブで特に先輩と話すときに使います。配給の主人公日向翔陽は先輩と話すときは自分、同じ学年の人や友達、家族には俺を使います。私も高校の時、そして大学の時、部活に入っていましたが、先輩や先生と話す時だけ、この自分を使っていました。この言葉は、軍隊、アーミーで、ポジションの低い人が使っていたので、先輩と話す時に使うような一人称になったみたいです。ちなみに関西の人が使う自分は先輩と話すときだけじゃなく使うみたいです。ここまでが日本人がメインで使っている一人称です。これ以外のおいら、おら、わい、わし、拙者、我、俺様、小生は普通の会話では使いません。もしこれらの一人称をいつも使っている人がいたら、ちょっと変な感じがします。エリアによって、わいやオラを使うところもありますが、今日のお話は、たくさんの人が話したり聞いたりする日本語の共通語のお話をしたいと思っています。アニメや漫画だけで使う一人称。ここからは、アニメや漫画だけで使う一人称を紹介していきます。オイラ。オイラは元気で正直、あとちょっと田舎の男の子が使うイメージです。あまりかっこいいキャラじゃないことが多いですね。例えばドロロというアニメの主人公ドロロとか、シャーマンキングの主人公朝倉陽、
ナルトのデイダラとか、ちびまる子ちゃんの、ブー太郎、山田くんがこのオイラを使っています。オラ、オイラと結構似ている一人称です。元気で正直、田舎者でさらに純粋、つまりピュア、素朴、ナチュラルな感じです。これを使っている一番有名なキャラクターはドラゴンボールの孫悟空です。ワイ。ワイは関西エリアで使われている男の人の一人称です。大阪には本当に使っている人もいます。そういう理由で Y を使うキャラクターはもう大阪出身で決まり。大阪出身の中でも結構ユニークで個性的な他のキャラクターとはちょっと違うキャラクターに多い一人称です。あと最近は SNS ソーシャルメディアでは Y を使っている人をたくさん見ます。この場合は男の人、女の人に関係なく使っていたり、関西出身じゃない人も使っていて、他の一人称とはちょっと違う面白い一人称だなと思います。わし。わしは結構よく出てくるので知っている人も多いと思います。わしを使うキャラクターはほとんどはおじいさんです。名探偵コナンのアガサ博士やドラゴンボールの亀仙人、ポケモンの大木戸博士もそうですね。マスターとか先生のおじいさんに多いイメージです。あとは Y と同じで関西弁で話すキャラクターもこのわしを使うことがあります。最近だとウィッチウォッチの風祭り監視もわしを使っていました。拙者。拙者と聞いたらもう職業がすぐにわかります。侍です。ほとんどの侍キャラがこの拙者を使います。るろうに剣心の主人公剣心も拙者を使っています。昔の侍は拙者を本当に使っていたみたいです。拙者の拙という漢字は謙譲語のように自分はポジションが低いという意味があるので丁寧な感じがします。るろうに剣心の剣心は若い時人斬りだった頃は俺を使い人斬りをやめた後拙者を使っているので昔と今が違うことがよくわかります。拙者を使うキャラはだいたい何々ですの代わりに何々でござるという侍の言葉を使います。今のオタクが拙者は何々でござるを言うと言われていますが、本当に使っている人を私は見たことがありません。我。我は中国語の私をと漢字は同じですが、日本語の我は中国語のをとは全然違います。我を使っているキャラクターは男も女もいるのですが、だいたい神様とかすごいレベルの高い人、ポジションの高い人です。特にファンタジーのアニメやゲームのラスボスがこの一人称を使っていて、この一人称で相手にプレッシャーを与えることができます。私たちという意味の我々は日常生活でも時々
聞くことがありますが、我は絶対に使わない方がいいです。使うと中二病といってファンタジーが大好きすぎる人と思われてしまうかもしれません。俺様。俺様は漢字を見て大体わかると思いますが、自分が強くてすごいと思っている男の人や男の子が使う俺です。ドラゴンボールのベジータ、ドラえもんのジャイアンが使っています。自信があってプライドが高い人が使うので、これも絶対使わない方がいいです。小生。最後は小生です。小生は他の一人称に比べて少しマイナーなので、聞いたことがない人もいるかもしれません。小生も男の人が使う一人称で、100年ぐらい前の古い日本文学に時々出てくることがあります。昔の手紙で男の人が私ではなく小生を使うこともあったようです。アニメや漫画だと少し頭のいいキャラクターで、例えば黒羊の葬儀屋がこの小生を使っています。いろいろなことを知っていて、古い時代の雰囲気がある人がこれを使います。ネットスラングで使う人が時々いますが、すごくオタクっぽい感じがしますので、これもあまり使わない方がいいと思う一人称です。一人称を知っているといいこと。さて、ここまで本当に使う一人称と漫画、アニメだけで使う一人称を見てみました。アニメを日本語で見たとき、一人称に注意してみると面白いかもしれません。この一人称を知っていると、特に小説を読むときにすごく便利です。例えば、僕は日本人だ。私は日本人だ。オラは日本人だ。というセリフがあるとします。この一文を読んだだけでも、これを言ったキャラクターがどんな人か想像することができます。僕だから男の子かな。私だから元気な女の子。オラだから田舎から来た人かな。こんな感じでキャラクターについて何も書いていないのに分かってしまう。これが一人称の面白いところです。それからもう一つ、本当に使う一人称を知ることは大事なことです。特に中級以上の人、このビデオを字幕なしで見てわかる皆さんはそうです。ある日、漫画をたくさん読んで日本語を勉強した男の人が私のオンラインレッスンを受けました。彼は日本語がゆっくりですが話せました。でも、一人称がオラでした。私はすぐ、ドラゴンボールをたくさん読みましたかと聞きました。彼は、そうだよ。どうしてわかったと言いました。主人公の孫悟空がオラを使っているからです。彼はたくさんのオラという一人称を読んで、日本人が普通に使っていると思ったみたいでした。でも、オラを使うと、真面目な話をしていても真面目に聞こえないし、日本人は、この人はすごいオタクなのかなと思ってしまいます。悟空のコスプレをしている時や、ジョークで一回言うならいいんですが、初めて会う人にオラを使うと、日本人はちょっとびっくりしてしまいます。日本語のことをあまり分かっていないのかなとも
思ってしまいます。初めて会う人には私か僕がいいです。皆さんにはこんな風になってほしくないと思って今日のビデオを作りました。やっぱりアニメや漫画だけで勉強するのはちょっと危ないので、皆さんが今この YouTube で日本語を聞いているように、本当の日本人の会話も聞いた方がいいと思います。今日は日本語の一人称の中でも本当によく聞くものだけをピックアップして紹介しました。もっと一人称の話が聞きたい、アニメ漫画だけで使う一人称をもっともっと紹介してほしい、そういうリクエストがありましたらコメントやグッドボタンで教えてください。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語で話しています。皆さんがもっと日本のアニメ漫画を読んだり見たり楽しめるようにお手伝いできたら嬉しいです。それではまた。